大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 Apple Watch シリーズ7のデザインですね。iPhone 13、こちら13の注目の新機能だったりですね、発売日はじゃあいつになるのかっていうところについてね、お話ししたいと思います。突然ですね、新型 Apple Watch これシリーズ7のですね、デザイン、CAD 画像というものがですね、いわゆるこれ設計図なんですけども、これがいきなりなんか出てきたりしたので、こちら一緒に見てですね、あと新機能とかについてもね、ちょっと解説しようかなと思います。で、後半はですね、これ iPhone 13ですね、次期 iPhone、こちらの注目の新機能ですよね。こちらについて、これちょっと面白いなと思ったので、その新しい情報というのが出てきたので、ちょっとお話ししてですね、で、またいつ頃じゃあ発売なのかがですね、何月何日ってところまで、ある程度こう出てきてるんで、そちらについてもね、お話ししたいかなと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。チャンネル登録してないそこのあなた、こちらね、登録していただくと、なんと僕が死ぬほど喜びます。ありがとうございます。あと、通知ベルもオンにするとですね、最新情報がこれ届きやすくなりますので、またですね、コミュニティ機能というもので、Apple 製品をはじめとしたお得なセール情報だったりですね、新製品こういうの出たよとかね、情報も見れたりしますので、ぜひ通知ベルオンにしてですね、見逃さないようにね、してもらえればと思います。Twitter も日々こちらもタイムリーに更新してますので、よろしければね、フォローの方お願いいたします。で、まずはですね、9月に発表されるであろうですね、Apple Watch シリーズ7。はい、こちらの CAD 画像がね、出てきたので、なんでこちらデザインがもしかしたらちょっと確定したかもということなので、見ていきたいと思います。今回出てきたインドのメディアですね、91モバイルズというところから、Apple Watch シリーズ7の CAD 画像が出てきました。これはさっき言ったように、いわゆる、設計図になるんですけども、これが仮にじゃあ本物だとするとですね、これに近いデザインになる可能性はね、非常に高いんじゃないかなと思いますね。例えばですね、以前もですね、これ iPad Pro がね、出る前も同じようにこの CAD 画像っていうのが、91モバイルズからですね、出てきてまして、結局ね、後から見たらこれ当たってはいたんで、時期的に考えてもね、非常に似たものになる可能性はね、高いんじゃないかなと思いますね。ということで、実際に出てきた CAD 画像ね、見ていきたいと思うんですが、Apple Watch のまずこれ本体ですね。こちら iPad Pro とか、iPhone 12のような、やっぱフラットで結構やっぱ四角いデザインに、ね、なるんじゃないかなと思いますね。右の側面のですね、マウス部分のこれデジタルグラウン、ボタンみたいなのがあると思うんですけども、これがデジタルクラウンとか言うんですが、こういったボタンとかですね、マイクの配置とかですね、非常に同じかなっていう感じです。ただ違いに関してはちょっとデジタルクラウンとかもなんか飛び出し結構グッて出てたりするんですけども、そういったものが少なく、結構平らなね、感じになってますよね。またね、一説ではなんかデザインの変更は今年ないんじゃないかみたいなね、話もあったりするんですけども、ただ逆にこれデザインの変更がなかったら、じゃあ何が今のモデルとね、変わるんだっていうね、話になっちゃうので、そういったコメントちょっとね、いただいたりしてね、確かにってね、思ったので、正直デザイン変わるんじゃないかなと、僕は思っております。続いてはですね、バンドのね、接続部分になるんですけども、これも同じような構造だと思いますので、じゃあ今までの、じゃあこの Apple Watch のバンドですね、これじゃあ使えるのかっていうね、思う方もいるかもしれないんですけども、これも全然大丈夫なんかな、付け替え可能なんじゃないかなと思いますね。はい。さすがに今までのバンドとね、互換性は持たせてくると思うんで、そこまで Apple はバカじゃないと、僕は思ってますけども。また、こちら画面に関してはですね、少し大きい 1.8 インチほどになるんじゃないか形ですね。これ画面の黒い縁ですね、要するにベゼルがちょっと狭まって、非常にスッキリしたね、印象を持ちますね。本当になんでiPad Pro をギューってね、ちっちゃくした感じ、ちっちゃい iPad Pro の画面みたいなね、感じになってます。iPad でまず採用されてるですね、フルラミネーションディスプレイ、こちらの採用もテストがね、されてるようでですね、例えば表示されてるこの画面と、実際に手でタッチする部分、ガラスの部分ですね、そこの間ですね、空気が結構入ってたりするんですけども、そういったものを非常に少なくなるということなので、例えば使う時に非常に手にね、タッチもなんか吸い付いたようなね、感覚で使えたりとか、味わえたりするので、これはちょっと期待したいかなっていうところではありますね。本体のサイズに関してはですね、縦とか横の長さは、今のモデル、シリーズ6とかと、同じなんですけども、本体の厚さがですね、今 10.7mm っていう形なんですが、9mm にね、薄くなると。なんで 1.7mm ぐらい、薄くなるんで、これ結構変わるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり今のモデルは結構丸みをね、帯びてるデザインなので、やっぱりね、スクエアというかね、四角いデザインだと結構薄くしやすいのかなと思いますけどね。そこら辺もあって、なんか iPad Pro とかもね、薄かったりとか、あとは iMac とかもね、新型のやつとか非常になんか薄い板みたいな感じなんで、これは嬉しいかなと
結構やっぱこの丸いデザインね、つけるとちょっと重みを感じる感もあるんでね。また、結構大きく違うのがですね、左側の側面のこれスピーカーの穴の大きさっていうのが全然違う。かなり大きいものになってるんですね。画像を見ていただくと分かるんですけど、ここら辺見たらですね、どこかでちょっとこれ見たことあると思いませんでしたか？もしこういうの好きなね、方だったら分かると思うんですけども、そうです。これ実はですね、これ以前出てきました、ジョン・プロッサーさんというね、リーク情報を出してくる方がいるんですけども、これの予想画像とね、かなり似てるんですよね。もうこれを真似したんじゃないかってね、思ったぐらいなんですが、スピーカー部分とか非常にこれね、似てたりしますね。この長いね、横長のスピーカー部分とかは、これ、この画像とか実際はもう5月あたりにね、出てきたものにはなるんですが、またやっぱこうやってフラットで、四角いね、平面なこう四角いデザインもですね、今まで見てきた CAD 画像と本当同じような形なんですよね。もちろんここから真似したともね、は言えなくもないんですけども、大々的に一応91モバイルズもね、出してきたと思うんで、つまり結構複数で似たようなこう予想が出てきた形になるんで、信憑性としては、ちょっと上がってきたのかなっていうね、このデザイン変更に関して。そういう印象ですね。はい。ただ、ちょっと残念な点で言うとですね、内側にこうついてるセンサーの部分があるんですけども、これは現在のものと、同じね、ものが搭載されるんじゃないかなということですね。なので、つまり新しいセンサー、なんかヘルスケア系とかの搭載、じゃあ新機能があるのかみたいなところは、ないんじゃないかなと思いますね。例えば、血糖値をね、なんかその測れるセンサーとかが、つくとか言われてるんですよね。ですが、一部では、今年搭載じゃないかとか言われてたんですけども、おそらくこれは来年かなっていうところですね。僕はないんじゃないかなと思います。こういった、例えばセンサーの搭載っていうのは、その政府からね、例えば承認が必要だったりとかですね、健康に関わることなんで、あと法律の問題とかですね、実際やっぱ搭載にね、正直その時間がかかるんですよ。その機能を単純にこうつければいいっていうもんじゃないんで、なんで実際にじゃあ例えばじゃあ日本で使えるようになる考えたりするとまだちょっと時間かかるのかなと思いますね。あと新機能で言うとですね、UW チップっていうものが搭載されていますので、Apple Watch 上でですね、例えばAirPods の位置とかね、じゃあなくした時に探したりとか、AirTag の例えばその位置をね、こう見れたりするようになるんじゃないかなと。この UWB ってAirTag にね入ってる技術なんで、あとWatchOS ね8、最新のものでですね、睡眠時の呼吸数を測れる機能っていうのがね、実際もう発表されてるんですけども、そこら辺なんかヘルスケアですね、呼吸とか睡眠とかに関してなんか新しい機能とか出てくるんじゃないかなと、そんな気がしております。ということで Apple Watch シリーズ7、皆さんはですね、どう思いますか？こういったデザインとか欲しいですか？それとも見送りかな、いまいちかなと思いますか？ぜひちょっと気軽にコメントというかね、いただければと思います。もし質問とかあれば気軽にコメントいただければと思います。はい、全部見させていただいてますんで、いつも。で、また発売時期に関してはですね、一応 iPhone 13と一緒かな、登場が濃厚ではないかと、以前もお話ししたと思いますが、一応動画ではね、以前の動画でこれ詳しく話しているんですが、EEC っていうね、ユーラシア経済委員会っていうもののデータベースにですね、未発表の Apple Watch の番号、そういったものの登録があったりしたので、つまりですね、そのユーラシア地域、ロシアとかで販売こういったするときに暗号化されたね技術を使うものですね、パソコンとかこういったスマートフォンとかを事前に登録しないといけないんですよ。もちろんこれ Apple であっても、なんで大体製品の発表の数週間前からですね、数ヶ月前に登録がねされるんで、それが実際あったんで、もうすぐね Apple Watch シリーズ7も出るんじゃないかということがね言われてるっていうことですね。ちょうどで時期的にも iPhone と重なるんで iPhone と一緒に出るんじゃないかと。でそうなってくると気になるのがですね、じゃあ iPhone13 ですね、じゃあいつ出るのかっていうところなんですけども、Apple イベントですね、発表会がこちらはおそらく現地時間の9月14日の火曜日ですね。日本でいう9月15日、おそらく午前2時になると思うんですが、おなじみのこのめちゃめちゃ早朝というかね、鬼時間なんですけど、問題はちょっと発売日いつなのかっていうことですよね。ちょっとじゃあその前ですね、iPhone じゃあ13のこの新機能ですね、こちらについて新しい情報をね、話したいと思いますね。はい。以前から一応噂されてました、まず、最大容量が 1TB になるんじゃないかということですね。ただし、ここに関しては、上のハイエンドモデル、なんでプロとか、13 Pro のみのものになりそう。これ自体はね、正直僕はどっちでもいいんですけど、512GB でもね、1TB でも。ただ実際ね、ちょっと面白いなと思った機能があって、それがありえそうと思ったんですよね。この機能がつくんだったら 1TB 確かにいるなって思ったのが、プロレゾビデオっていうね、いうものなんですけども、はい。去年ですね、例えば写真でいうプロローっていうね、新機能が追加されたんですけども、iPhone でロー撮影というものがね、できるようになったっていうことなんですが、要するに写真のこの生データというやつですね、これだと何がいいかっていうと、編集がやりやすいんですよ。撮った後に。一般的には例えばね、JPEG とか、PNG とかあると思うんですけども、要するにこういった写真とかって撮影した後にですね、
自動で、処理がソフトウェアとかによって加えられて、いい感じにね、なんかしてくれるじゃないですか。なんか暗いところで撮ったらちょっと明るい感じにしてくれるとか。要するにちょっと実は裏側でいろいろね、こう処理がされてるんですが、そういったものを例えばロー撮影だと、なしでね、できるんで、後で編集したいっていう人には結構、写真が好きな人だとね、こういった機能が好きだったりすると思うんですが、今回はそれの、動画バージョンじゃないけど、ちょっと微妙に違うんですけども、プロレスビデオっていうものがね、もしかしたら来るんじゃないかと言われてまして、これがね、結構面白いなと思って、これ何がいいかっていうと、この場合だとですね、非常にもちろん綺麗なね、こう撮影っていうものが、できると、できるんですが、この Apple のプロレスっていうものにね、対応してると、要するに編集の時にね、非常に軽いんですよ。軽く使えるということで、どういうことかっていうと、データ容量はね、多いんですけども、データ容量自体はね、もちろん重いんですけど、編集の時にね、非常にサクサクやりやすいっていうね、特徴がありまして、Final Cut Pro とかね、そういった編集アプリあるんですけども、そういったところでね、もう今実際に使われてまして、それが iPhone でもできるようになるんじゃないかと。何が言いたいかというと、プロレスで例えば撮影するんであれば、容量がそれなりに必要なんですよ。ってことは、プロモデルだけじゃあ 1TB にね、じゃあ容量が上がるっていうのは現実的なんじゃないかなっていうね、ありえそうかなっていうことが要するに言いたかったってことなんですけど、あと僕らに、もうちょっと関係あるところで言うとですね、動画でもそのポートレート撮影っていうのがねできるんじゃないかなっていうふうに言われてまして、ポートレートモードっていうのがねあるじゃないですか。写真で後ろをちょっとぼかせる機能があるんですけども、要するに写真を撮った時みたいですね、動画でも背景をこうなんかぼかしてくれるみたいなね、こういった一眼カメラだったら結構後ろボケてると思うんですけども、こんな感じに撮影できるんじゃないかなと iPhone でもね。これはなかなか面白いですよね。一応 Apple は社内ではなんかねシネマティックビデオとかね呼んでるみたいなんですけども、記事によるとこれ楽しみですね。やっぱこのポートレート例えばねこの動画撮影とかも結構容量食うとは思うんで、1TB あってもいいのかなと思いますね。やっぱ iPhone でね結構やっぱりYouTube とかもそうですけどいろいろこう撮影ねする方もね結構やっぱ増えてると思うんで、最後ですねこの iPhone13 こちら13のね発売日じゃあいつになるのかっていうところなんですけども、今までの傾向から言うとですね大体発表された翌週の金曜日ですね、そちらの発売が多いということで、仮になんで9月14日の発表会だとすると、開催だとするとですね、翌週の金曜日なので、この場合だと9月24日ですね、こちらになるんじゃないかなと思いますね。発売が濃厚じゃないかなと。こうなると大体1週間前にね、予約開始とかがやっぱり多いので、そうなると9月17日の金曜日、ここら辺でね、予約開始とかになるんじゃないかなって。もちろんこれが確実だとはね、まだわかんないんですけども、確率としてはね、今のところ結構高いんじゃないかなと。今年は9月になるんじゃないかって言われてるんで。ということで皆さんはね、iPhone 13、13 Pro、Pro Max もそうですけど、これちらね、どう思いますか？気になるかね、見送りかとか、質問とかあればぜひね、コメントいただければと思います。この動画ですね、少しでも役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンだったりね、チャンネル登録、あとは通知ベルも忘れず押してくださいね、ピンって。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。